こんにちは。今日はちょっとコストも意識しまして、コスパ最強米油パンに挑戦していきたいと思います。まずこちらですね。バターの値上げがねすごくて、もうとても高くて困ってしまった時にですね、この米油代わりになるんじゃないかと思っていろいろ見ておりました。で、まず価格なんですけど、だいたい半額ぐらいですかね。もちろん買うタイミングとかね、場所とかによると思いますけど。で、味なんですけど、パンを焼いた時にやっぱりね、バターはしっとりするけど米油はパサつくっていう風に言われていたので、実際ちょっとねやってみましたね。そしたらなんと米油でもすっごいしっとりできたんですね。ただね、この時ちょっと私張り切ってまして、準強力粉入れたりとかね、あとフルーツ入れたりとかして、もしかしたらこういうのが美味しい成分だったのかなと思いました。でですね、今日はコストもちょっと考えていきたいということで、ドライイーストですね、これも全然タダじゃないということで 1g あたりだいたい10円としましょうか。なので今日は1袋ねパッと入れてしまいたいところですが、 2g 美味しさと安さと心強さはい、やってまいりましょうを考えてね、今日 2g 入れていこうかなと思います。で、今日作っていきたいのはコスパ最強米油パンということですので、先日作ったパンすごくね美味しかったんですけど、粉を全部強力粉に置き換えてみたらどうなるかなと。それでもうね美味しくできたんだったら、そっちの方がやっぱりお安くつきますから、でどうなるかなっていうのをちょっと見てみようかなと思ってやってみております。いいですかね。では米油を入れてなじむまで混ぜていきます。コストをね、コスパを考えた時に大事だなと思うのが、やっぱりその安けりゃいいってもんでもないですもんね。自分にとって満足いくレベルのものがね、満足いく値段、満足いくパフォーマンス出せてこそなので、今日はそれに近づけられたらいいなと思いますね。いいですかね。なかなかねちょっと馴染まなかったんですけど、混ぜてたらいい感じになりました。発酵1回目ということで、ここまで来てなんですけど、今日はこねないパンでやっておりますでね、4回折りたたむ作戦ですね。なんかねいろいろ見てて、生地をこのタイミングでねじねじする先生とか、あともっとね4回だけじゃなくてもっと折りたたむっていう先生とかいらっしゃったりして、どうしたもんかなと思ったんですけど、先日作った最初に紹介したパンですね、あれがやっぱりめっちゃ美味しかったから、その時と全く同じ作り方で、今日はやってみようと思いまして、4回折りたたむ作戦でやってみますね。最後ひっくり返してちょっとね綺麗にしてまた待っていきます。今日の発酵の目安なんですけど、そのね前作ったパンがここぐらいまで来てたのね。このボールの大きさがどんぐらいやねんっていう話と、作る量にもよるやんっていう話なんで全然参考にはならないと思うんですけど、とにかくですねあそこまで行ってたということで、だいたい3倍ぐらいですかね。発酵のその見極めっていうのも全然わかんないんですけど、とにかくその美味しかった時のことを思い出して3倍ぐらいまで今日は
膨らましてみようかなと思いますね。では最後ね、90分ちょっと長めに待ってる間に肩ですね。肩も結局ね、入れても入れなくてもそういうところもね、コスパ考える上でね、人それぞれかなと思いますけど、もうちょっと膨らんでた気はすんねんけど、なんかやっちゃうねもうやっちゃうねなんか最後の最後やっぱりね、私せっかちになっちゃうねんな。んで今日はですね、形とかね全然こだわりがないので、ボウルの中でなんとなく四角くするというか、型に合う感じにまとめまして入れていきますね。このねお気に入りの野田ホーローなんですけど、油敷いたらね全然つるっと取れるんですけど、一回なんかくっついてちょっと怖くなったから、オーブンシート引いてやりますね。では最後待ってみました。これ一番嫌なやつね、だから濡れ布巾とかでねちゃんとやった方がいいんでしょうね。そうね一旦落ち着いて、ちょっとねやっぱイラッとしちゃね、良くないから一旦落ち着いて、で最後ちょっとね表面荒れちゃいましたんで、粉を振ってごまかしてでもいい感じいい感じ、焼いていきましょう。今日はですね210度25分ぐらいですかね、焼いてみました。さてさて、いいんじゃないですか。いかがですか。見た目はねいやめっちゃめっちゃ可愛くできましたね。粉をねごまかすために振ったんですけど、すごい良かったですね。横のところはちょっとね割れてる感ありますね。最後のあれですかね、成形の時にちょっと横着したというかね、ボウルの中で適当にやったからかな。いやでもいい感じです。このね見た目に関しては前回うまくいった時よりも可愛くできていますし、ちょっとマニアックポイント、この裏のねこんがりしたところも可愛いね可愛くできましたね。では切ってみましょうか。なんか切った感じはねふわふわしてていい気はしますね。どれどれ、いい気がしますよ。なんか持った感じね、食パンみたいな、柔らかいパンの感じがしますね。香りはねなんかそんなにしないかないただきます。美味しいですね。なんて言うんでしょうか、可もなく不可もなくっていうような先日作ったすっごく美味しかったって言ってたパンはやっぱりねそのまま食べても美味しかったし、日が経ってもしっとりして美味しかったんですけど、今日のやつはねやっぱり日が経つとパサつきが出てきたなっていうのはありました。だけどチーズを乗せて焼いたりとかね、ジャム塗ったりとかすれば全然美味しくいけるなっていう感じでしたね。パサつきがねやっぱりもうちょっと何かを改良すれば、油をね多くしてみるとか
いろいろやってみてもいいかなっていう気もでもしましたかね。そんなこんな今日はコスパを考えてちょっとパン焼いてみましたが、いかがだったでしょうか。バターがね高くなってきましたんで、他にもねいろんな食材探してみたいなと思いましたね。ということで、本日の動画ここまでにしたいと思います。いつも本当にご視聴ありがとうございます。また見てね。バイバーイ。